空が青いなはい、おはようございます。今日は2月7日の土曜日でございます。ということで、今日はねちょっと曇ってて何やら今日土曜日週末、関東地方で大雪という大雪って言ってもね多分大体大げさなんですけどね、雪が降るかもしれないみたいな感じでね、はい、言われておりますが、はい関係ないですけどね、雪降っても仕事しますし、はいいつも通りということで、やっていきたいと思います。でね以前管理機幸運機の燃料ホースが、カチンカチンでね、動かなかったんで、それをね、パーツをね注文しましたんで、それを今日はちょっと組み立てて、動くかどうかチェックしたいと思います。で午後はまたね、4軒や借家の方で、解体工事やっていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。人月はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。はい、こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それじゃあねこちら燃料ホース届きましたんでね、一応ねホンダ純正じゃなくてもいいと思うんだけどね、安かったんで、でこちらのね管理機幸運機をね直していきたいんですが、これがもともとついてたやつちょっともうねカチンカチンなんですよ。はい、ですのでこれをねホース買いましたんで修理していきたいと思います。はい、それじゃあねまずこの長さで同じ長さで切っていきます。ちょい長めでね気持ちよいしょ。はい、それではつけていきます。これがこうで、これが違うわ、こっち来たこっち来たんだ間違った。はい、じゃあね、これね綺麗にしましたんでつけていきたいと思います。よし。はい、じゃあね燃料入れていきますよ。よし、ダメだね。来た。はい、ということでね、
一応燃料タンクのホース、交換しましたけども、エンジンかからずということで、もうまたキャブのね、ダイヤフラムとか、ちょっとキャブ清掃をねちょっとしていきたいと思います。ということで、まだ終わりません。はい、じゃあ外していきます。はい、じゃあね、キャブ外しまして、ちょっとね、清掃していきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。なんかね、雪がちらついてまいりました。はい、外はね、キンキンに冷えてまいりました。はい、ですがですね、このまま、4軒や借家の方のね解体工事に行ってまいりたいと思います。ということで、本日もありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、ドローンいたします。ドローン。はい、ということでね、ここから4軒や借家の方にねやってまいりましたけど、はい、雪がちらついております。はい、非常に寒いでございますが、はい、またね、解体工事の方をやっていきたいと思います。ということで、多分よろしくお願いします。人気ということでね、また、解体作業となります。毎回同じでね、申し訳ございません。すみません。ということで、前回ね、人間の悩みというのは、3つあると、人間関係が1つ、そしてお金の問題、そして健康の問題というのが人間の、大体のほぼほぼの、悩みだということでお話ししましたが、結論から言うとですね、悩んでも無駄なので悩まないと、そういうのが結論なんでございますが、昨日ね、前回ね、人間関係のね悩み、お話ししましたけれども、それでもね、やはり今現状ね、結構人間関係で悩んでる人も多いと思います。はい、特にね、上司とかね、組織内の、上の人とかね、あと町内会とかね、ご近所とかね、そういった人が集まるところにはですね、必ずですね、マニピュレーターというね人のね、弱みを握って、自分の言うことを聞かそうとそういうことをする人が必ずいるわけでございます。これはね、全人口の、DNA で刻まれているらしいんですが、数パーセント、1-2% だと思うんですけども、必ずいると言われております。はい。で、そういうのにね当たっちゃうとですね、仕事だから上司だからね言うこと聞かなきゃいけないとか、親だからとか、警察官だから言うこと聞かなきゃいけないとか、あとなんだ、弁護士だから言うこと聞かなきゃいけない、お医者さんだからね言うこと聞かなきゃいけないとかね、そういう聞かざるを得ない状況で、気を病んでしまう人も、結構いると思います。ただですね、その解決方法としてはですね、2つありまして、自分自身がまずね、そういう、嫌だな、やりたくないなっていう感情を、消し去る方法がこれ一つでございます。はい。でね、これをやるとね、以前私現場の、仮設トイレでもう臭くてしょうがないね、うんこの匂い、これをね、嗅がないようにという感情をですね消したらですね、全く臭い匂いを匂わなくなったと、そういうようなお話したと思いますけれども、これも一緒でね、嫌だなと、いう上司とか、親とか、目上の人とか、そういうのをね、相手にしているとですね、非常に、嫌な
非常にストレスがたまるね、感じになると思いますが、まあ大きな悩みだと思います。はい、でもこれをね感じさせない方法というのが一つでございます。はい、それはね、一つはね、まあ適当にあしらうということですね。はい、根に持たないというか、流すと、私もね経験ございますが、俺は上司なんだから偉いんだから言うこと聞けと、言われます。で時にはですね、理不尽な命令指示というのがあります。はい、でそういう時は、理不尽であればですね全く聞く必要はございません。はい、それでね会社がクビになったり、罪になったり、なんていうんですかね、不利になることは一切ございませんので、まあ適当にごまかすのが一番いいんですけども、まあ僕なんかはですね、忘れちゃった、そんなこと言ってましたねみたいな感じで何回も何回もシカトすればいいわけでございます。はい、でそうするとね、孤立するんじゃないかと、心配される方もいっぱいいらっしゃると思います。はい、でもね、孤立しても大丈夫です。孤立したぐらいの方がね、そういう腐った組織の中でいるとですね、まあ当然そういう断ったらですね、孤独になることがございますが、まあ全然ね、孤独になっても構わないと、まあそういう気持ちでやってみてください。はい、それとねもう一つはね方法としてはですね、そこからすぐ逃げると、そういう状況から、逃げるということがおすすめでございます。人口のね特定のある数%は必ずそういうやつがいます。でそういうのが権力を持つとですね、特に財力を持つとですね、お金を払わないんだぞと、俺の言うこと聞かないとお金払わないぞとか、そうすると生活に困るとか、まあそういうことがありますけれども、そうなった場合ですねいかに自分で稼ぎ出すことができるようになるか、まあそういうスキルを磨けばですね、全ての問題解決いたしますので、ぜひね、孤独で、悩んでいないでですね、まあそういうふうに目に合ってる方はですね、ご相談いただければと思います。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、こちらの、ね、押し入れ貫通して、廊下の天井、まあ、こっちも天井、こっちも天井、はい、取りました。このね玄関の天井までね取って、この押し入れのね裏を取ったんで結構明るくなってきましたね、奥がね。はい、ということで、はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。なんですかね、雪降ってますよ、雪。はい、結構降ってますよ。はい、だからねとっとと帰らないといけないんで、はい、今日もねだいぶでも壁ぶっ壊しましたんでね、はい、寒かったんですけど今は暑いです。はい、でまたこれね、作業を終えると急に寒くなるんですよ。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人決